こんにちは。今回は長編みで編む 3D ステッチの編み方を紹介します。今回は17目の鎖編みで編み始めます。最初は鎖編み3目を編んで、次は長編みを編みます。鎖編み3目を編んだところから1、2、3個目の鎖編みに長編みを1目、鎖編み3目、同じところに長編み1目を編んで、これが一つの模様になります。この模様をここから5個目のところに同じように模様を編み、ここから5個目のところにも同じように模様を編んで、最後は3個目の鎖編みに長編みを編んで、1段目が終わります。今回はアクリルの糸を6号のかぎ針で編みます。鎖編みを全部で17目編みます。17目の鎖編みができました。最初は鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、鎖編み3目、その下の目、そこから1、2、3個目のところです。ここが3個目のところです。ここに長編みを1目編みます。長編み1目を編み、次は鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、今編んだ同じところに長編みをもう1回編みます。同じところに長編み1目を編みます。これが1段目の一つの模様です。次も同じように編みます。ここから5個目の鎖編みに長編みを編みます。1、2、3、4、5個目の鎖編みに長編みを編みます。5個目の鎖編みに長編み1目。次は間に鎖編み3目を編んでから、今編んだ同じところに長編みを1目編みます。これで2個の模様ができました。次も同じように、ここから5個目の鎖編みに長編み1目を編みます。長編みを編み、鎖編み3目を間に入れて、同じところにもう一回長編みを編みます。これで3個の模様ができました。次は3個目の最後の目に長編みを1目編みます。1段目ができました。次は2段目です。2段目は長編みを編んだところから編み始めます。長編みのところから鎖編み3目を編んで、次は長編みの表引き上げ編みを編みます。鎖編み3目を編み、1段目の長編みのところに長編みの表引き上げ編み、そして鎖編み3目のところに長編み2目、鎖編み1目を入れて
長編み2目を編んで、これが一つの模様です。そして最後は長編みの表引き上げ編みを編んで、一つの模様ができました。これを繰り返して、最後は鎖編みのところに長編みを編みます。次は2段目です。長編みを編んだところから鎖編み3目で立ち上がります。鎖編み3目を編んで編み地を裏返します。次に編むのは長編みの表引き上げ編みです。1段目に編んだ長編みの足の部分に編みます。針に糸をかけて1段目の長編みの足を拾います。このように後ろまで針を入れて手前に針を引き出して糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて長編みの表引き上げ編みを編みました。次は鎖編み3目のところです。鎖編み3目のところには普通の長編みを2回編みます。長編み2目、鎖編み1目を間に入れます。長編み2目を編んだら鎖編み1目を編み、同じ鎖編み3目のところに長編み2目を編みます。次は引き上げ編みを編みます。こちら側の長編みに長編みの引き上げ編みを編みます。針に糸をかけて長編みの足の部分に針を入れて手前に出し、糸をかけて引き出します。糸をかけて2本を引き抜き、また2本を引き抜いて長編みの表引き上げ編みを編みました。これが2段目の一つの模様ができました。少し凹凸のある形になります。次も同じ編み方です。1段目の長編みのところに表引き上げ編みを編みます。次は鎖編み3目のところに長編み2目、鎖編み1目を間に入れて同じところに長編み2目を編みます。次はここの長編みのところに長編みの表引き上げ編みを編みます。足を拾って表引き上げ編みを編みます。これで2つの模様ができました。次も同じように編みます。1段目の長編みのところに長編みの表引き上げ編みを編み、鎖編み3目のところに長編み2目、鎖編み1目、同じところに長編み2目、次は1段目の長編みのところに表引き上げ編みを編みます。これで3個の模様ができました。最後は長編みを編みます。最初に編んだ鎖編み3目の一番上のところです。この鎖編み3目のところに長編みを1回編みます。
鎖の目を拾うのが大変だと思う方は、このように鎖編みの後ろから長編みを編んでも大丈夫です。これで2段目ができました。次は3段目です。3段目の編み方は1段目と同じようですが、編み入れる位置が違います。鎖編み3目を編んで編み地を裏返し、次に編むのは2段目で鎖編み3目のところに長編み2目、鎖編み1目、長編み2目と間に鎖編み1目を入れたここに1段目と同じ編み方をします。2段目の鎖編み1目のところに長編み1目、鎖編み3目を間に入れて同じところにもう一回長編みを編みます。これが3段目の編み方です。これを繰り返します。次の模様の中心の鎖編み1目のところに長編み1目、鎖編み3目、長編み1目を編みます。3個目も同じ編み方です。鎖編み1目のところに長編み1目、鎖編み3目、長編み1目を編みます。これで3個の模様ができました。最後は長編みです。長編みを編むのも前段の鎖編み3目のところのこの目を拾ってもいいのですが、間のところに編んでも大丈夫ですから、今回はこの間のところに長編み1目を編んで、これで3段目が終わります。次は4段目です。鎖編み3目を編んで編み地を裏返します。4段目は2段目と同じ編み方です。鎖編み3目のところに模様を編みますが、その前に長編みのところに長編みの表引き上げ編みを1目編み、次は鎖編み3目のところに長編み2目、鎖編み1目を間に入れて同じところに長編み2目を編みます。最後は前段の長編みに表引き上げ編みを編んで、これで一つの模様ができました。この編み方を繰り返して編みます。長編みの足を拾って長編みの表引き上げ編み、鎖編み3目のところに長編み2目、鎖編み1目、長編み2目、次は長編みの表引き上げ編みを編みます。次も同じ編み方を繰り返します。長編みの表引き上げ編みを編むことで凹凸のある 3D ステッチになりますので編んでみてください。糸や色を変えるとまた違った感じになります。最後も表引き上げ編みを編んで、次は長編みを1目です。この間のところに長編みを編んで、これで4段目までができました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。